あらゆるものを疑ってかかること、それが重要だ。情報なんて所詮は情報。テレビで言ってることが真実なんて思ったら大間違いだ。自分の目を見開いて耳をかっぽじって世界を見聞きすること、そして自分の脳を使って考えること、全てを疑い尽くした後にこそ何かを本当に信じることが可能なんだ。そう、信じるために全てを疑うんだ。難しいところの話じゃない。そんなの無理だ。バットも持たずに野球をやるようなもんだ。おいスパイク、そういうのが好きなんだよ俺は。賞金稼ぎのいいところはルールがないってところだ。賞金首を捕まえるのにこうしなきゃいけないという決まりなんてどこにも存在しないんだ。だが好き勝手なことをやると途端に文句を言われたり、それはルール違反だと怒られたりする。奴らはこの世界のルールに従って生きてるつもりなんだが、そんなルールなんて一体誰が決めたんだ。俺たちは誰かに従うために生まれてきたわけじゃねえ。脅されようとすかされようと魂は浮かない。残念ながら自由業の魂は骨董品だ。その心は高すぎて金じゃ買えねえんだよ。教訓教訓、知らない人に会ったらついていきましょう。エドは今まで苦労したことがありません。ひょっとしたら本当はあるかもしれませんが、全然覚えていません。どうしてかというと、面白そうなことしかしないし、面白くなさそうなことの中にもちびっとは面白そうなことを発見してビリビリするからです。でもそれでもやっぱりつまんなそうな時は寝ます。寝たら夢の中でコロコロ面白いです。終わり。どこにも力なんか入れてない。お前の無駄な力を利用しただけだ。力の流れをコントロールするんだよ。そのためにはどんな動きにも対応できるように全身の力を抜いて、そう、水みたいになるってことだ。ブルース・リーはこう言ったそうだ。心を空っぽにしてどんな形態も形も捨てて水のようになるんだ。水をコップに注げば水はコップとなるし、水をティーポットに注げば水はティーポットとなる。水は流れることもできるし、激しく打つこともできる。だから友よ、水のようになるよう心がけることだ。さすが俺の心の師は言うことが違う。こんなことも言ってる。自分が教えているのは護身術とか相手の倒し方とかそういうことじゃなくて、むしろある動きを通してどうやって自分を表現するかということなんだ。それが怒りであれ決断であれなんだろうとね。つまり格闘にのっとった人間の体を使った表現法だ。ブルース・リーがただの映画スターやただの格闘家じゃないのがわかるだろ。鎖が長いな。ウェイ・オブ・ザ・ドラゴンモデルか。あ、わかる？もしもこの世に神様がいるのなら一つ願いたい。全ての自由を阻害する者たちに天罰の下らんことを。たまに思うわ、そんな性格だって。時々思うの、これじゃいい男が逃げちゃうわって。まあでもこれが私なんだからしょうがないわよね。別人のように振る舞って、私こう見えても結構家庭的なんですよなんて言っちゃって、一時うまくいったとしても後で苦労、いやもとい後悔するだけ。この私、そのままの私がいいっていう人じゃなきゃ嫌だしね。まあ私の相手するのも大変だと思うんだけど、宇宙のどっかにそんな運の悪い男もいるでしょ。いやー、ブルース・ハープはいい。やっぱいいわ。あんたジャズファンじゃなかったっけ？バカ言え。俺はお袋のミルクを吸うにもワーブリング聞かしてたもんさ。それは気の利いたガキだな。
今から1世紀以上も前、チャーリー・パーカーっていうサックス吹きがいた。奴は音楽を譜面通りに演奏しなかった最初の男らしい。つまり型通りに演奏するだけじゃ飽き足らず、アドリブをかまし、自分自身のスタイルで吹いたってことだ。奴が始めたその音楽はやがてビバップと呼ばれたそうだ。そう、それがこの船の名前の由来ってわけだ。俺たちは皆眠りながら目覚め、目覚めながら眠っている。過去は事実か、記憶は真実か、夢はどこからが夢なのか。寝ながら見る夢、起きていて夢見る夢、どちらも同じだ。夢を見ないというやつは覚えていないだけ、夢がないというやつも気づいていないだけ。臆病なのさ。見たいくせに見ないようにしているだけなんだ。そしてこれはただの幻影だ。見えざる手に操られ、真実は分厚いベールに覆われたままだ。でもそれはひっそりと、まるでタイタンの月のように人知れず存在し、砂嵐が過ぎ去った頃、いつか姿を現すだろう。だからもうたかが娯楽に目くじら立てたりするのは予想じゃないか。これは冗談なんかじゃない。フィクションでもない。それとも俺は悪い夢でも見てたのか。どっかのブルースマンがブルースの定義を聞かれてこう言ったそうだ。ブルースってのはどうにもならない困りごとを言うのさ。探している俺は一人でも宙を舞う夢は抱く、その生き方は二択。ああ、空が気になり眠れない、眠るふりもできない。これ以上本当の言葉人任せにはできない。